ビバナナ。はい、藤子さんでございますよ。並んでるんだ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、シロッチャのゆりさん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日はさすがにヒーターは暑いぞ。今日はさすがにヒーターは暑いけど、それでも猫はヒーターにね、ひばりつくから、じゃあヒーターつけとけば猫の姿は見れるかなと思って、今日はちょっと頑張ってヒーターをつけておりますよ。いかがでしょうか？というわけで、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では、いきますよ。せーの。ジャスティース、はい、ゆりたん、ぐーたん。ジャスティース。今日もそっか、暑いのにな、塩入りの左右お湯にしてしまったよ。今日はあれだ、あったかいから冷めないんだな。結構暑い感じだな。でもうまいな。塩がさ、変わってさ、今までちっちゃいから袋に入ってるやつをね、そのままこうやってさ、カップに直接入れてたから、それでドバーって入ったりとかして、入れすぎたりとかしてたんだけど、ただそもそも大きい袋だからさ、これ入れ物に入れないとダメだなと思ってさ、入れ物に入れたわけよね。だからスプーンですくって入れるんで、ちゃんと調節できるんで、今までみたいに、バカみたいにしょっぱいみたいなね、ことはなくて、って感じ、ほらな。にゃんこヒーターにへばりついてるもんな。で、そう、今日ね、昼間ヒーターつけてたわけよ。まあ、なんでかっつったら、ゆりたんのお尻の汚れがね、だいぶ気になって、これやばいなと思って、炎症とか起きて尻尾をちぎれるとかなったら嫌だなと思って。
ちょっと清潔にしてやらないと悪い気がすると思ったんでね。だから今日はゆりたん、人生初、猫生初のお風呂、まあ全身ではないけどね、下半身だけなんだけど、でもお風呂に入ったんだよね。もう大騒ぎよ。大騒ぎよ。で、まあ今日はそんな寒くないから入れるのにもちょうどいいかなとは思ったんだけど、やっぱりね、体濡れちゃうとさ、寒くなっちゃうから、それはそれでまたね、体調が、いや、心配になっちゃうわと思ったんでね、乾かしてやりたいんだけれども、まあタオルも嫌々だしね、あ、そうだ、ヒーターつけてやれば自分からね、近づいていくからいいかなと思って、が昼間今日はね、寒くはないんだけど、昼間から今日はずっとヒーターをつけててな、こんな感じよ。あったかいっちゅうのにな。だからさすがにホットカーペットは今日はね、ついてないよって感じ。てんたまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは。暴走は、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、今までドバッと入れてたんですか？そうそうそう。ドバッと入れてたんで、しょっぱいだとかなんとかって言ってたわけよね。で、ほら、サラサラの塩じゃなくて、なんだ、塊の塩だからさ。だからそれで、小さい粒のところがいい具合に入ってくれればちょうどいいんだけど、塊のところがドカって入ったりとかするんで、まあ、それで入れすぎてね、今日は入れすぎたとか言ってたわけよね。で、その塩がもうなくなって、今、サラサラの塩なんだよね。なので、スプーンですくってやってるんで、しばらくはちょうどいい状態が続くと思われます。タミコさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、タヌコさん、こんばんは。タヌコさん、てんたまさん、こんばんは。ね。で、まあ、洗った貝があって、やっぱりそこそこ、っていうか、だいぶ綺麗になったなと思ってさ。なんかその洗ってる時はまあ水洗いだけっていうかお湯ね、お湯洗いだけなんだけどさ、で逃げるからさ、しぶとくかけてたけど、ただやっぱりね、ちょっと濡れてる状態の時は、ああ、もう染み込んじゃってて、全然落ちないかな、もうこれで限界かなと思ってね、ゆりちゃんももう悲痛な泣き方で、もう大騒ぎなんで、ああ、もうこれ限界かな、みたいなね、ところまでお湯洗いをしてあげたんだけど、濡れてる状態だとね、だいぶ黄色いのが染み込んじゃってるかなって感じで、あ、これ落ちないかなっていう感じだったんだけど、まあ乾いたらやっぱり全然ね、違うっていうのかな。もうね、匂いが染み込んじゃって、ゆりた匂いで、あ、ゆりたいるな、みたいな。匂っちゃっててかわいそうにな、みたいなことになってたんだけど、匂いもね、なくなったから、一応今のところな、なので、あったかいがあってよかったよと、頑張ってくれてね、よかったねっていう感じだけど、ただまあね、今後ゆりたんのお風呂はね、頻繁に入ることになるのかなと思うとね、ちょっと気の毒な感じ。カニタンさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。今日は赤ワインかな、ブドウジュースかな。てーたまさん、たぬこさん、サルカニ合戦食べましてよ。食べたんだな。海苔が多めの昭和のふりかけという感じで美味しかったですな。昭和のふりかけいいよな。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。ね、そうでさ、ゆりたん初めてのお風呂入ってさ、で、もう大騒ぎでさ、まあ、うちの子そもそもそんなに風呂入ったことないっていうか、ぐーちゃんだけがね、まあ、ぐーちゃんだけが子猫の時に拾ってきたんで、まあ、体力がついてから、ちょっとしてからね、お風呂を入れてあげたのと、あと、まあ、うちでね、やっぱりゆりたんかなんかにおしっこ引っ掛けられたんだったっけでな、それでお風呂に入れたことがあるんだよな、ぐーちゃんな。で、まあ、ぐーちゃんは2回ぐらいお風呂入れたことあるかなっていうふうに思うんだけどさ。ね、なんだっけ、ゆりたん、他の子たちはお風呂入れたことがないんでね。
で、初めてっていうか、もうそもそも猫がお風呂に入るっていう経験自体がそんなないもんでさ、もうね、すげえ悲痛な叫びで泣くから、もう、クータがさ、だから喧嘩とか時々ね、にゃんこするんだけど、そうするとクータ全然関係ないのにさ、クータがさ、一番、動揺するわけよ。クータ喧嘩してないじゃんって思うのにさ、クータが一番動揺するみたいな感じで。だから今日もゆりたんがね、お風呂で叫んでるのと同じぐらい、同じぐらいクータが、お風呂のドアの前でさ、もう叫んでて、もうクータ関係ないじゃんと思って。そんな叫ぶんだったらあんたも入るかいみたいなね。そんな感じだって、もう大騒ぎだった今日はな。で、夕方は夕方で今度はさ、抹茶がさ、大騒ぎでさ、なんかあったかいからかなんか知らないけどさ、BL タイム、BL タイムでね、もうずーっと抹茶が何を叫んでんのかなと思ってたんだけど、まあどうやら春だったみたいで抹茶がな。もう賑やかでしたね、今日はにゃんこな。まあ元気でいてくれてよかったよって感じだけどさ。カニタンさん、私もサルカニをアマゾンで即買い。美味しかった。早っ。早いな。てんたまさん、さすがカニタンさん、早いね。さすがだね。てんたまさん、お風呂で引っかかりませんでしたか？あ、それはね、なんとか、あの、裸で入らなかった。危なかったから。この状態で、入ったよ。だから、大丈夫だったかな。で、まあね、そんなに暴れないっていうのかな。まあ、いやいやはするけど、えっと、なんだろうな、鳴き声がとにかく、でっかいけど、そんなにね、体は、大騒ぎではなかったっていう感じかな。たぬこさん、てんたまさんを、確かに、昔ながらって感じですよね。素朴で好きなんですよね。いいね。ね、みんなの好きなものをね、紹介してもらえると嬉しいよな。で、あと何の話あったっけ？今日そうか、今日は朝からあれか、ベランダ仕事してたんだ。なんかすごい長い時間ベランダ仕事してた気がする。要はね、決まってないのに始めてるから、何をするか決まってないのに始めてるんで、なんかダラダラになっちゃってね、どうしようかな、どうしようかなって思いながらやってたんで、なんかすごい時間かかっちゃったんだよね。すっげえ風強いのにさ、風強すぎて今日はガーデニング日和じゃないのに、なんか始まっちゃったなと思ってさ。でね、今日はベランダ仕事をずっとしてたんだけど、で、もう限界もういいかな、終わりで、と思って。でも3時か4時ぐらいかな、なんていうふうに思ったんだけど、体感的にはさ。まだ2時だったんだよね。あれとか思って、そんなしてなかったかなって思ったんだけど、なんかずいぶん長いこと外にいた気がしたんだけど、そんなしてなかったかって思ったんだけど、そっか今日は朝からなんかダラダラやってたんだよなと思ってな。そう、今日はさ、そう、朝そういえばなんかね、あれだ、君が代のネタが出たじゃんか、昨日。で、君が代で検索してみたわけよね。で、まあ歌詞の意味がどんな意味だよっていうのをさ、知りたいなと思って、で、それらの、情報を探してたんだけどさ、ね、なんだっけ、のど自慢とかが出てきて、のど自慢とかが出てきてね、癖の強いおじさん。なんか私、これ知ってるかも、なんか見たことあるかもしれないみたいなおじさんが出てきて、ね、笑えて、今日は朝から爆笑できてよかったよって感じなんだけどさ、なんだっけ、シャランキューの、えーっと、なんだっけ、シングルベッドじゃなくて、あの、寂しい夜は
にゃ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 、なんとかかんとかつまんないとかっていう、歌あれをさ、歌うおじちゃんがさ、もう全然原型とどめてないやつ。で、まあ、のど自慢ってね、NHK なんでさ、もう癖が強すぎてな、原型とどめてないんで、金は1個で落選みたいな感じだったんだけど、ただやっぱり癖強いんでね、もう、その後テレビ引っ張りだこだったのかなんだかわかんないけどさ、それで、本物のな、まだつんくが歌えてる頃に、コラボしたみたいでさ、そんな映像を見てね、今日はちょっと朝から爆笑できてよかったよって感じ。まさかの君が代からどうして、そっちになるんだろう。どうしてそっちになるんだろうと思ったんだけど、おかげで笑えてよかったよってことが今日はありましたかね。あとはあれだ、にゃんこのカリカリな、カリカリ買わなきゃなと思ってたんだけど、前にイオンのさ、グリーンビーンズっていうやつで、猫のカリカリを買ったわけよね。で、その時にあげたやつが、まあ割と食べてたなと思って、で、店に前は、なんか買いに行ったんで、イオンじゃないんだけど、マイバスかなんか、普通に売られてるやつかなと思ったんでさ、探しに行ったんだけど、なかったんだよね。で、あ、ないんだなと思って。で、あれ割と食べてたから、じゃああれにしようかななんて思ってて。ただそれもね、割引になってる時、1000円オフクーポンが出て、で、しかも送料無料のクーポンも同時に使えるっていう時しか買わないんだけど、それがね、出たら、買いたいななんて思ってたら、ちょうど昨日出たんでね、即にゃんこのカリカリは今日は買わなきゃいけないと思ってたんでさ。でね、配達も今日の午前中で届けてもらえるみたいだったから、おちょうどいいぞと思ってさ、即ね、にゃんこのカリカリ買って、で、今日はそれをあげたんだよね。だから今日は割とね、食べたんで、空っぽになってるんで、久々にチュールタイムで、チュールをにゃんこにあげることができましたよ。引っかかりませんでした。なんとか大丈夫でしたね。昔ながら、タヌコさん、カニタンさんもサルカニ合戦食べてくれたんですね。美味しいですよね。カニタンさん、はい、タヌコさん、情報ありがとうございました。タヌコさん、カニタンさん、いえいえ。レンタマさん、昔会社の上司が、右翼出身で、いつも、木刀を持っていて、携帯の着メロが君が着メロ君が代か渋いな。かっけえな。あんのかな。なんか今ね、スマホのさ、その着信音、めんどくさいっていうかさ、別にいちいち変えようっていう気がしなくってさ、全く変えようと思ったことがなかったんで、変えられるのかどうなのかすらもさ、まあわかんないんだけど、大概みんなほら、iPhone だったらさ、iPhone のデフォルトの音じゃん。だから、あ、もしかしてこの着メロっていうのかな、変えられないのかしらなんて思ったんだけど、いや、でも何種類かはおそらくあるだろうけど、みんな変えてないんだな。みんな変えてないんだな、なんてふうに思ってたんだけどな。君が代とかに変えることできるのかな。昔はね、着メロでね、個性をなんか表現する的な感じでね、いっぱいあったよな。で、さっきちょっと見てたさ、ショート動画で、アニメっていうか、なんだろうな、漫画っていうのかしら、あるんだけどさ、それが、ミーコさんっていうね、喋る猫のさ、漫画なんだけどさ、で、女の子が、飼い主みたいな、設定なんだけどね。設定なんだけど、まあ、人間の、友達同士的な感じのノリなわけよね。で、その飼い主の女の子の方が髪型がすげえダサいのよ。
髪型がね、なんか知らんけど、昭和みたいな髪型なんだよね。で、そのミコさんに突っ込まれてるわけよ。髪型ダサいよっつってさ。で、何よ、かわちいでしょって言うから、あ、言い方新しいっつって。言い方新しいっつってね。で、ミコさんの方は、なんかね、髪型は新しいんだよ。その髪型私知らないんだけどさ。で、ナウイでしょっつって。あ、言い方古いとか言ってね。で、しかもそのね、猫のミコさんなんだけどさ、肩パッドの入った、服なんだっけ、踊ってる人いるじゃん。踊っている人たちいるじゃん。あの人たちみたいな服を着てるわけよね。髪型と服ダサいなっつって、ツッコミ入ってるっていうね、ショート豆腐の漫画をさっき見ててね、なんか昭和つながりだなと思って今ね、思い出したんですよ。ありがとうございます。いえいえ。てんたまさん、昔、会社の上司が、それ読んだんだっけ読んだんだっけね。そうで、歌詞をね、どういう意味なんだろうっていうのを調べて分かったのが、なんか結婚式の歌なんだね、あれね。結婚式の歌なのか、みたいなさ、そんな感じなんだよね。なんでゆりたん、そこに入るのかな。そこに入るのはいいけど、執行はしないで。はい。電池ね、電池を置いてるところにさ、電池が滑らないように、猫ベッドの使わなくなってるところをさ、置いてるわけよね。で、それで滑り止めになってんだけど、で、それにおしっこされてたんで、洗ったんだよね。洗ったんで撤去したんだけど、やっぱりそれないとさ、電池コロコロ転がっていっちゃって全然ダメなわけ。で、やっぱりこれがちょうどいい大きさで収まるからいいなと思って、で、まあ、洗ったし、いいかと思って収めたんだけどさ、収めたらやっぱりゆりたんが入るんで、ちょっと怪しいね。あ、今日はおねしょシーツね、用意してないので、こたつの中に入ってもらっていいですか？はい。違うらしい。入らないらしいな。はい。ね。はい。そこにいてくれてもいいよ、ずっとな。違うんだな。乗るんだな。乗るんだな。どうしても乗るんだな。乗るのはいいんだけどね。しないでください。たのこさん、君が代甲子園で歌ってらした、野々村さんの歌声が、神々しいです。YouTube にありますね。なんかみんなさ、そんな感じよね。すげえ真面目に歌ってんだけど、なんかもっとカジュアルに普通に歌ったらいいんじゃないのかなって思ったんだよね、私はね。でね、どうやらさ、結婚式の歌らしいからさ、結婚式の歌なんだみたいな。ただまあ、場合によってちょっと意味合い変わるみたいな。だからまあ、天皇関係で歌うときには、その君が代の君は、まあ天皇のことになると。で、天皇じゃなくて結婚式とかお祝いの時に歌う時の君が代の君のところが、まあ、きが男性かな。で、みが女性なんで、まあ男性と女性がね、なんだっけ、その八千代に、なんだっけ、歌詞がわかんないぞ。まあね、もう、ずっとずっと永遠って思えるぐらい長く、幸せが続きますようにっていう、歌の歌詞なんだよね。で、それが、日本って国家なわけじゃんか。で、何したもしかして、ゆりたんさん。どう大丈夫なの今の動きは怪しかったぞ。ね、なので、で、よそのね、外国の歌詞ってさ、もっと長くて、で、日本の、国歌ってそんな短い歌詞なんで、1分程度で終わっちゃうわけよね。で、しかも、その、
なんだろうな、人の幸せを願う的な、まあそういう感じの歌詞の国歌って、よそはないらしいんだよね。だから結構海外からするとね、日本らしいっていうので、なんか評判いいみたいなんだよね。だから日本の中だけ、まあ、GHQ の制作でね、なんかあんまり良くないっていうさ、イメージを植え付けられて、ね、歌うなみたいなことになってたけど、別にそんな大したね、なんか意味がある歌ではないというか、すげえ平和な内容の歌なんだよね。だからさ、そうやって、なんかあんまりね、普段歌っちゃいけないような、なんか神々しい感じにしちゃうとさ、なかなかさ、親近感なくてさ、なんか普通に歌えなくなっちゃうけど、もっとね、カジュアルな感じでさ、いつもいつもみんながね、口ずさめるような、なんかそんな感じになってればさ、それこそ平和を願う歌がね、広がるわけだから、なんかいいんじゃないのかなって、私は思ったんだけどな。大樹さん。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは本日も仕事くやっておりますよ。天玉さん、高校野球甲子園によく見に行ってたな。あ、そうなんだ。高校野球ってあれだよね。夏休みの暑い時にやってるやつだよね。暑い時にじゃあ見に行ってたってことだね。あれってどこでやってんの？その高松の近くでやってんの？そういうわけじゃなくて全国各地、いろんなところでやってるもんなのかね。あ、そっか。なんかその、決勝戦みたいなやつになると、まあ東京とかその辺でやったりとかするけど、そうじゃないやつはあれか、全国各地のなんか近隣でやってるもんなのかね。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。まいさん、こんばんは。ボンソワ。てんたまさん、まいさん、こんばんは。かいたさん、まいさん、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。で、何の話してたっけ？ああ、そうで、もう一個な、君が代を歌うときに、選手が胸に、手を当てて、どっちだっけ？右手を左の胸に当ててるんだっけ？なんか歌ってるだか聞いてるだか歌ってるだっけっていうのがあるけど、あれは間違いっていう話で、あれは間違いっていうか、まあ間違いというか、これの意味がちゃんと分かってて、で、自分はそれでやりたいんだっていうので、やる分には構わないけど、意味を知らずにこれやってるんだったら、それは間違いだよって話だって、やっぱりな。もうすげえ大量にしてるじゃないか、入れた。ずっと座ってたの。だから尻尾黄色くなっちゃうんだな。ねめっちゃしとるやんか。で、今日はさ、あったかいからいいけどさ、これこのままあったかくなるんじゃなくてさ、また明日から一週間さ、寒くなるっつうからさ、これこたつまだ片付けらんないわけよ。今日はあったかいからいいけどさ、明日からまたこたつ生活だぞ。だからまだちょっとね、洗濯できないんで、勘弁して、勘弁してくれ。でさ、今日もさ、昨日ね、おねしょシーツこんな広げてたにもかかわらずよ、朝さ、こっちの、隅っこと、あとこっちの隅っこだったかな。もう全然これでカバーできないところにされてて、もうちょっとショックすぎるっていう感じよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ねえ、まいさん、甲子園は兵庫じゃなかった。あ、そうなのね。てんたまさん、地方予選はそれぞれの県で開催してまして、全国大会は甲子園ってどこだ？甲子園で開催されます。なるほどな。甲子園ってどこだ？まいさん、三寒四温。あ、なるほどね。こういう状態の時を三寒四温というわけだな。てんたまさん、大量じゃ、そう。ずっと座ってたからさ。なんかおしっこしたような、
ね、仕草をした割には、本人ずっと座ってたからさ、いつもほら、おしっこするとやり逃げするじゃん。やり逃げするくせにさ、なんかずっと座ってたからさ、あれと思ったんだけど、やっぱりしてるからさ、もうすげえ吸い込んだじゃん、時間かかったから。時間経ったからさ、めっちゃ吸い込んどるやっていうね、感じだな。はい、もう諦めたよ。あ、ダメだ。まだ、びちょびちょだ。なんか、このおねしょシートってさ、あの、吸収はするけど、こう、ティッシュみたいにさ、あんまり吸い込まないっていうのかな。こう拭いた時に吸い込まないっていうのかな。あ、違うんだ。場所が違うのか。場所違ったのか。わかんないんだよね。透明なんでさ。濡れてるから、濡れてると思うんだけど、色が透明なの。わからないね。はい、やっぱりわかんないんだ。これでやると吸い込めない。ティッシュの方のが吸い込めんだよな。だから結局ティッシュ使うんで、ティッシュがね、すぐなくなっちゃうね。トマさん、大量じゃ。甲子園は兵庫県、尼崎市にあります。なるほど。なんか野球の好きな人がいたけども、そっか、兵庫県出身かなんかだったのかもしれないな、そしたらな。なんか年がら年中野球を見に行ってるみたいで。で、なんか一回誘われたけど、興味ないからっていうふうに言ったら、なんかすごい怒られた。すごい怒られて、あ、そうだね、ごめんみたいな感じだったことがあったな。兵庫県出身だったのかな。で、あとは、何だったっけ。君が代の話して、そう。で、あとはなんか、ガクトも君が代歌ってたな。あとはなんだっけな。その君が代もさ、癖が強いっていうのなんだっけ、プロレスかなんかかなで、誰か歌手の人が来て、なんか歌うこともあるみたいなんだよね。で、その人が、癖が強いみたいでさ、笑ったら負けみたいな、君が代、違う、失敗特集みたいなね、君が代の失敗特集みたいな、そんなものもあって。ってことは、ね、結構皆さん、君が代を歌うんだね、みたいな感じね。どこで君が代を習うんだろうと思うんだけど。だからさ、ゆりたんなんでそこになんでそこに入るの電池めっちゃ置いてあるのに。なんでそこなんだろうな、収まってるよ。もうわけわかんないな。まあ、いいよ。そこが好きなんだな。はい。ちゃんとだからさ、猫用に別に電池置き場じゃなくてさ、猫用にあそこの場所をさ、明け渡してた時もあるのよ。だけどさ、その時は全然使わないくせにさ、今みたいに、じゃあ使わないんだったらいいわと思ってさ、いろいろ物を置いてるとさ、そこに収まるんだよな。猫様。いかにも猫様って感じね。天玉さん怒られたそう。怒られたんだよね。なんか、見たことないし、みたいな。だから、なんだ、初めてのこと、経験としてね、体験してみるっていうことをね、すればいいのにね、鼻から断るなんてね、機械損失みたいな、なんか言われて、確かに言われてみればそうかもね、なんて思ったんだけど、じゃあ行ってみようかなっていうふうに、言ったんだけど、いや、でももうね、もう良くないみたいな。まあでも逆にそう言ってもらえたから、実際ね、じゃあ行こうかと思ったけど、やっぱり嫌だなと思ってたから、そう言ってもらえて、よかったよ、助かったよ、みたいなね、感じだった。
舞さん、小袋の君が代もね、みんな結構ね、歌手の方歌ってるよね。あ、そう。それで、あとは、なんか、あ、なんだ、こっちにも流れてるじゃないか。こっちもこっちも、びちょびちょだな。えっと、あの、ストリートピアノのなんかドッキリみたいなやつがあって、で、全然知らないんだけど、多分ね、みんなは知ってて有名な人なんだろうと思うけどさ。で、そのストリートピアノで弾いてる時に、なんかドッキリみたいので、プロの歌手の人が、歌い出すみたいなやつを、今日はね、見ててさ、いいよな、みんな特技があって、自分の得意なことで人を感動させることができて、いいよな、と思ってな、朝から悲願でまして、笑ったり悲願だりな、忙しいなっていう感じだけどな。ゆりたんそこさ、ね、寝ようとしてるけどさ、電池あるから電池あるから、なんか収まり悪いみたいなんだよね。ね、収まり悪いみたいだけど、それでも丸くなろうとしてるな。結局ヒーター熱いんだろ。そうだね。ヒーター熱いから、ぐーちゃんも私の後ろに避難しに来ただろ。暑いと結局、あんまり猫見れないんだな。じゃあ、普通に暑かったらつけなくていいかな。君が代といえば、中居正広、あ、そうなの。中居くんも君が代歌ってたのか。それはちょっと見たいな。たぬこさん、河村隆一さんの君が代も、癖あったよね。あ、ありそうね。それはありそうね。ちょっと君が代また、もうちょっと探していろいろ見たい気分になってきたよ。しばらく、しばらくなんか君が代にはまりそうな気がするな。ね、お祝いの歌で、ね、なんだ、繁栄を願う歌だっていうからさ、なんだっけ、花水木みたいな、なんかそんな感じだなって印象があったな。てんたまさん、ぐーちゃん、避難してるの。さすがに今日はな、暑いよな、20度だもんな。でもまた明日からね、寒いみたいだからまだちょっと油断できないっていうか、だからまあ今日ガーデニング作業やっちゃってよかったかなと思うんだけどさ、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、まあ、ショッキングだったのがさ、その今日ひっくり返したな、プランターが、もう植えたはいいけどさ、全然成長しないほうれん草ね。もう諦めてさ、収穫して、で、その鉢をひっくり返してさ、耕したんだよね。スコップだった。ストップじゃなかった。引っかかったよ。で、ね、漏れなく、そのほうれん草の、プランター2つと、で、あと、なんだっけ、みょうがのプランター3つね。3つをひっくり返したわけよね。だからプランター5つひっくり返したんだけどさ、もう漏れなく、一つずつ、G がおりました。漏れなく G がおりました。だいたい大きさ的にはね、1センチぐらいの G がね、全部の鉢に、
いらっしゃいました。もう何なんだろう。何なんだろうな。1個に1匹いるの。何なんすか。まいさん、スコップ。てんたまさん、スコップに惑わされた。引っかかっちまった。大工さん、はい、LINE でリアストップ、ありがとうございます。ケンタマさん、G がそうなんだよ。プランターの中にいるっつうのがさ、まあ腹立つよな。だから大概、ほら、植木鉢がいっぱい並んでるんで、それのさ、下とか、まあね、隙間とか、そういうところにいるんだよね。で、だからさ、夏の夜とか、ベランダ見るとさ、なんかさーってさ、横切ったな、みたいなのがあるんだけどさ、夏になると。だから本当はさ、夏外でな、それこそベランピングで、なんか寝てもいいかなっていうふうに思うんだけど、それがあるからね、それがあるからちょっと無理だなっていうふうに思うんだけどさ、だからその鉢の中じゃなくって、下とか、あとは隙間とかね、そういうとこにいるもんだと思ってたのに、今日ひっくり返してもひっくり返しても全部の鉢にさ、一匹ずついるわけよ。だいたい漏れなく1センチぐらいの大きさのやつがさ。これなんなんだろうと思ってな。ちょっと、悲しかった。カニタンさん、大工さん、ナイスストップ。てんたまさん、やはりそこから発生しているのでしょうかね。だからといってさ、そのプランターに薬はやれないからな。ただまあ、外でいてくれるには、いいんだよな。外で、別に目の前に出没してくれなきゃいいわけよね。うちの中に入ってくれなければいいんだけどさ。ね、そこから増えたりとかさ、してるんだと、ちょっと嫌だみたいな。まあ、ただ一つのプランターにだいたい一匹ずつみたいな感じだったんで、まあそこで増えてるというか、そこにね、身を潜めてるのかなって思うんだけどさ。まあ、とにかくそこに薬撒くわけにはいかないから、プランターの中に薬撒いちゃったらさ、植物も育てられないんで、ね、だから違う、対策をするしかないんだけどな。ちょっと先が思いやられる感じよね。カニタンさん。大工さん、ナイスストップ。てんたまさん、やはりそこから発生しているのでしょうかな。なんかもうショックだって。てんたまさん、G 対策は暖かくなる前から始めないといけませんね。今年もだから。今年もつっても今までもずっとさ、できる限りな、食べ物は外にない状態に、ね、できる限りしてたんだけどな。それでも去年は大発生で。ただまあ、それはうちだけではなくて全国的にそうだったっぽいからな。まあ、しょうがないのかとは思うけどさ。まあ、でも嫌だよね。というわけで、ストップの書き声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おー、ダイヤルかな。しかも一番いいとされるカードが、出ちゃいましたね。まあ逆位置だけどな。まあ逆位置だけど、このカードが出たときは、まああんまり関係なくいいよっていう話だったよな、確か。これが、なんだっけ、ワールドだ。ワールド、タロットで出てくるかな。タロット、ワールド。逆位置、肩透かし、満足しない。タロットカード世界の政治は達成。
逆位置なら満足できない結果。基本的な意味やキーワード、はい、お願いします。ワールド、世界は、ゴールにたどり着くことを表しています。一つ前の審判では、これまでの自分の良き面もそうでない面も見つめました。その確認を経て、自分の世界を完成させる段階に達成、到達したのです。このカードは大アルカナ最後の1枚で、一つの旅が完結したことを伝えます。そして最初の愚者のカードに戻り、また新たな旅が始まるのです。また21にナンバーを持つタロットである世界のカードは、成功や祝福、クリエイティビティに関するメッセージも送っています。世界に書かれたシンボルの解釈、リース、フィナーレ、成就、体制、リースの中のダンサー、パーフェクトな完成、ベストな状態にいること、至福の時を迎える、両手に握るバトン、両立、異質なものの融合、世界の意味とキーワード、逆位置、未完成、ゴールテープを切るまで全力で走り切ったか、それを自分自身に問えば、するべきことがわかるはず。世界の逆位置の意味は、思っていたのと違うという不満足感や願いが叶わなかったことを表しています。自分自身が納得できないだけでなく、周りをがっかりさせる場合も、はい、すいません。申し訳ございません。キーワード。肩透かし、満足しない、絶望、不完全燃焼、限界、手抜きをしていた可能性、理想が高すぎた、悩み別読み解き例、恋愛、限界を感じる、大切にできない、仕事、スランプ、おごり、爪が甘い、対人、感謝が足りない、トラブル、決断、投げやりになりそう、先送りに、キャラクターに当てはめて読み解く逆位置、2番手に甘んじている。あと少しのところだが頂点には達しない。少しずれている。やりたいことはわかるが、どこかバランスがおかしい。タロット深読み。運命の輪と同じ守護神が世界のカードの四隅にも書かれています。運命の輪で動き出した宿命に乗ってから経験を重ねて完成された世界にたどり着くまでの間、守護神たちはちゃんと見守ってくれているのでしょう。いつもありがとうございます。まとめ。物事の完成を表すカード世界は逆位置なら、行き詰まって放棄したくなる状態を表すカードでした。そして世界は物事を成し遂げるには、たゆまぬ努力が不可欠だとも伝えています。逆位置の場合は、望みを捨てずにできることに尽力してください。はい、してるよ。してるよ。はい、というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、思ってたんと違うっていうな。私のハンドメイド祭の結果的な。そんな感じですかね。不完全燃焼的な。どうですか皆様はね、私みたいなことはございましたでしょうか、参考になりましたら幸いでございます。あと、何の話がありますかね。あとは、食べ物の話か。食べ物の話、そういえば、今日そのグリーンビーンズでさ、猫のカリカリを買ったんだけど、2つまでしか買えなかったんだね。2つしか買えなくて、で、5000円以上で1000円オフなんでね、5000円分買わないといけないんだけど、5000円には届かないんでね、じゃあ、あと何買おうかな、みたいな感じで、で、またね、ツナを
買い足ししたんだよね。この前買ったの。まあ、一部は取ってあるけど、一部は使っちゃったんでさ。まあ、もうちょっとあってもいいかなと思って、ツナを買い足して、で、その買い足したやつをさ、しまおうと思って、で、その時にさ、この前瓶詰めにした黒豆な、昨日だったっけ天然酵母になってたってやつな。で、他の瓶はあんまりよく見てなかったからさ、あ、そうだと思ってしまうときについでにさ、他のやつはどうだと思ったわけ。で、まあ、一個は普通に見えたんだよね。特になんか何も思わなかったんだけど。だからもう一個ね、二つ瓶があったんだけど、もう一個の方が、あれこれ白い。やべえと思って、やたら白いと思ってさ、あ、これ明らかに違うなと思ってね、もう一個の何とも思わなかったやつと比べると全然違うな。明らかにこれ白いぞと思ってさ、いや、これ昨日のより白いかもしれないぞ。やばいなと思って、これはまた明日食べないとダメだなと思って、さっき出してきたんだよね。で、まあ、まだ開けてないけどさ、明日食べるよと思って、まあ、多分、おそらく見た目にね、やっぱり同じように、腐ってるわけではなさそうなんだよね。まあ、開けてみないことにはさ、どうだかわかんないけれども、でも多分昨日と同じだと思うんだよね。腐ってるわけではないと思うんだけど、多分、発酵しているみたいなな。ちょっと、残念な結果だな。今後だから瓶詰めはあと何しようかなみたいな。まあ今思っているのはさ、小豆ゆで小豆はもうないからさ、小豆炊いて、で、それを瓶にね、入れて保存しようかなと思ったんだけど、ただこのさ、発酵してる事件豆は豆は栄養たっぷりだから、あれか発酵しちゃうのかみたいのがあるとさ、ちょっと小豆もね、小豆も発酵しちゃうとちょっと悲しいなみたいな。あ、でもあれか、最近、あれ発酵小豆とか、なんか発酵してんの流行ってんだっけ。じゃあいっか。じゃあいっか。小豆煮て瓶詰めにして保存しておくか、みたいなね、感じかな。てんたまさん、ハンドメイド祭は視聴者の方々との、見えない、ハートで見えない、の交流ができたのは良かったですね。リアルの方でか。ね、そうだね。動画の中でかと思ってさ、なかなかあそこは逆に難しいんじゃないかと思ってな、同業者がいないから。同業者が見てるんであればね、つながりはあったかなとは思うんだけど、そうではなさそうだからさ、全然関係ない人、ばかりかなっていう感じだったのでね、なかなか、話題は膨らまないかしらっていうふうに思ったんだけど、リアルの方な。そういうのはあるんだよね。あんまり私がほら、そういうイベントごとというか、まあ生で会える機会がないからさ、大概の人はね、自分のビジネスを持っててさ、まあそれね、申し込めれば、会えるみたいのはあるけどさ、あとはそう、集客できる人たちだからさ、イベントとかね、開くとさ、集まるんで、まあそれで交流できるみたいのあるけどさ、私集客ができないので集客ができないのでな、そういうイベントごととか立ち上げても誰も来ないのでね、だからなかなか、こういう会える、機会がないのでね、だからまあね、多少そういうのがあった方がね、いいんでしょうね。というわけで、竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると
私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。